はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はね、すごい冷えてますね。もう3月に入ったんですけども、結構ヒヤッとしてますね。現在温度は9度、体感はね、もう少しちょっと風があるんで冷たく感じてます。今日はですね、乗るつもりなかったんですけど、ちょっと時間が空いたんで、近くをぐるっと散歩したいなと思って出てきました。カメラもですね、新しく1台、増やしまして、増設しましたので、インスタ360を今日は前と、それから後ろってっても右の足元ですね、につけて、前と後ろ両方から撮りながら走っています。うまく撮れてるといいんですけど、青梅ご近所をですね、ちょっとぐるっと回りたいなと思ってます。いつも上上げでだいぶですね、レベルに慣れてきまして、もう少し暖かくなってね、桜が咲く時期ぐらいになったらどうですかね、ちょっと長距離いけるのかなというふうに思ってます。まだね、3月じゃちょっと山の方行くとね、凍結してる場所も日陰とかねある可能性がありますので、ちょっと控えとこうかなと。やっぱり4月の声聞いてからなのかなっていう感じしてますけど、非常に楽しみです。で、妻はちょっと花粉症なんで、今ね、花粉症で、私は花粉症じゃないんですけども、花粉症の今人はもう最悪でしょ、ね、花粉が絶好調で、遠い山の方を見るとね、やっぱりね、黄色い感じですもんね、花粉が飛んでね。やっぱりね、花粉症の人はやっぱりそういうのもあるので、これやっぱりね、多少ね、運転にも影響を及ぼすとね、嫌なんで、やっぱちょっと時期をね、過ぎてからがいいかなっていうふうに思っています。で、今日はちょっとね、せっかくなので、バイクを乗るときに、私がいつもですね、気にしているのは何でかっていうことをお伝えしたいというふうに思います。今乗ってるバイクはもうそうですね、もう半年くらい乗ったのかな。もうまたいで瞬間にお尻の位置が決まります。で、いろんなバイク乗るんです。この間も妻のレベルに乗った時に最初違和感があってですね、これどうしてもね、アメリカンタイプって乗るのもあんまりなかったので、ちょっと違和感があってですね。で、何が違和感があったかというと、やっぱお尻の位置なんですよ。お尻の位置、これお尻の位置が決まらないとバイクってね、乗っててもね、変な感じなんですね。で、運転にもちょっとね、うまくバランスもバイクに伝わらないと、コーナリングもうまくいきづらいというのがありますので、やっぱお尻の位置って非常に大事なんですね。で、私はいつもね、バイク乗るときには一番最初に気にするのはお尻の位置です。どこにお尻を置いたら一番いいのか、自分のバランス的にね、それを気にしながらまずバイクにまたがりますね。ちょっと特に初心者の皆さんは、ベテランの人はね、知らず知らずのうちに長く乗ってて、自分のお尻の位置っていうのを知らない間に決まっちゃってると思うんですけど、初心者の方ってなかなか自分のお尻の位置が決まらないと思うんですよ。ですので、バイクに乗った時にね、ちょっと今度やってみてくれないですかね。意識的に前の方に座るとか、後ろの方に思いっきり座るとかね、真ん中よりちょっと後ろとか、真ん中よりちょっと前とか、お尻の位置をですね、ずらしながらちょっと乗ってみてくれますかね。で、今まで自分が乗ってまたがっていたお尻の位置が、あれ、今まで乗ってたお尻の位置よりちょっと前の方が自分は楽だな、乗りやすいなっていうのがあるかもしれないんですよね。足つきもこっちの方がいいなとか。ですので、試しにお尻の位置ってやっぱりね、体とバイクを結ぶ接点にもなるので、コーナリングするときとか右折左折するときにバイクを倒していくときに
やっぱお尻の位置って大事なんですよ。レーサーね、バイクのレーサーがカーブ曲がるとき、お尻をずらすでしょ。後ろから見てるとお尻の位置をクッとこう、なんていうのかな、一瞬持ち上げてクッとずらしてますよね、お尻の位置を。なんかやっぱりね、お尻の位置って大事なんですよ。だからああいう動作になる。ですので、ぜひ一度ですね、やってみてください。これ試す価値は絶対あると思いますので、それで走ってみて、新発見があればですね、その自分に合った位置っていうのを、見つけていただくと、安全にバイクを走らせる意味でも非常に有効だと思いますので、どうか一つ参考ですけど試しにやってみてくださいね。これスクーターも一緒ですからね。スクーターだって前の方に乗ってみたり後ろの方に乗ってみたりしてやってみてくださいね。そうするとね、全然違いますよ。全然違う。ベテランの方は知らず知らずのうちにひょいっとね、自分のいつも収まりのいい場所にお尻がポンと乗ってしまうと思うんですけどね、自分がいつも乗ってるバイクに関してですよ。でもベテランと言ってもですね、普段乗ったことないようなバイクにパッと乗っかった瞬間はやっぱりね、ちょっと違和感あると思うんですよ。で5分ぐらい乗ってると自分のお尻の位置っていうのを見つけるね。ですのでぜひ試しにやってみてくださいね。お願いします。で、妻の癖なんですけどちょっと私もちょっと気になってるところがありして、運転してるときこの左手をクラッチレバーにちょっとこう乗っけてるというか、指先をねこう乗っけてこう走ってしまう癖があるようなんですよ。これ今ちょっとね厳しく言って直させてます。これあんまりいいことじゃないですね。クラッチレバーにこう指を乗っけて、まだブレーキレバーに指乗っけておいた方がまだいいね。ブレーキでクッとかけられるからまだいい。クラッチレバーに指乗っけておくと、ブレーキをかけるときに先にクラッチを握っちゃう可能性が出てくるから非常に危険です。ブレーキの効きが良くないんですよ。クラッチを切ってしまうと。ブレーキっていうのはエンジンブレーキと合わせて使うから急制動が可能になってくる。ところがクラッチを切ってしまうとエンジンブレーキがかからないので、ブレーキだけの力に頼ってしまう。今ABS が入ってるのでそれでもどうかな、エンジンブレーキ併用よりはちょっと制動距離伸びちゃうんじゃないかと思うんですけど、昔ほどではないと思いますが、あとねこうクラッチの指乗せてると知らず知らずの間にちょっとね引いたりなんかしちゃうんだね。そうですね、クラッチの滑りの原因にもなるので、これもしやってる方がいたらやめた方がいいと思います。こうやって乗っけたまんま走るっていうのはクラッチレバーにね。私の妻にも今ちょっと厳しく指導をしてやらないようにというふうに話をしております。とは言ってもね、動画見るとねこうやってねやっぱり、本人の意識のないままこうプッと乗っけちゃうんでしょうね。それが今非常に気になっているところです。少しずつですね、バイクの正しい乗り方っていうのかな、安全な乗り方を、妻に覚えていってもらえればいいなっていうふうに今思ってます。ご覧になっている皆さんの中でもねそういう方いらっしゃると思いますので、ぜひそれは直してください。今日はねやっぱり風もちょっとありますね。やっぱりこう季節が変わるとき、春一番はだいぶ前に吹いたんですけど、季節が変わる時期っていうのはやっぱり風が強く吹くんですね。話によると、私もその辺のちょっと統計みたいなのよくわからないんですけども、やっぱ2月から3月にかけてが、バイクの転倒する件数が多いっていう、それはなんか風によってみたいなのを
書かれてるのちょっとちらっと見たことあるんですけど、まあそうなのかなっていう感じがしますけどね。バイクが転倒するほどの強風って言ったら相当ですよと思います。はい、このバイクだって250キロぐらいありますからね、これが倒れるって言ったら相当なのかな。乗ってる人は、まあ、バイクだけぴょんとサイドスタンドかけて止めておく分には倒れないでしょうけど、こうやってまたがって人が乗ってると、まあ、人がバランスをね保ってるので、人がバッてこう風で持っていかれると一緒にバイクもまあ行ってしまうという、そういう危険はまあ十二分にあるんでしょうね。ですので前も申し上げている通り、まあ風が強風の時はよりニーグリップをしっかりして下半身にまあ力を入れて、それで上半身の力を抜くってね、上半身の力を抜いてこうね、緩くしておいて乗りましょうみたいな話をしましたが、まあ、そういうのが大事なんですね。どうしてもそういう強風とかになると力が入っちゃう状態に、体全体に力が入ってしまう。そうなるとね、こう対応できないね、バイクの微妙な動きに対する対応が体でできなくなってしまうので、より危険さが増すので注意しましょうね。やはりバイクっていうのはバランスが大事ですからね、バランスが命です、ね、常にバランスをとって走ってるわけですから、ね、このバランスの取り方をねしっかりと身につけなければならないですね。そのためにほら教習所なんかね、一本橋っていう種目ありますよね。もうあれはまさにね、体にバランス、バイクのバランスを覚えさせるためにやる種目なんですよね。ただただ狭いところゆっくり走る練習だなんてそういう話じゃなくて、あれでいかにこの二輪のバランスをとって走るっていうことが大事なんですよっていうことをまあ教える種目なんですよ。バイクはだから走っているときは直線でまっすぐ走ってるときもこうやってね、カーブを曲がるときもバランスが大事なんですよ。まあよく言えば今みたいなカーブも自分の重心がどこにあるのかっていうのは分かって回るみたいな、まあ、理想です。これそういうの分かれば、これ以上バイクを倒しちゃダメだなとか、もう少し速度を上げなければいけないなとか、そういういわゆるそのせめぎ合いですからね、せめぎ合い、バランスの、重心と重力ですね、重力と、あと、コーナーなんか曲がるときには、コーナーを曲がるときの遠心力、このバランスをまあちょうど取れてる状態で回っていくとうまく回っていけると。でそれプラス速度ですね。速度イコールカーブで遠心力が、速度が速くなれば速くなるほど遠心力が強くなるので、その辺の兼ね合いをいかにうまく体で覚えるかっていうことですね。非常にバランスを取るっていうことはバイクにとっては重要なことですので、高速でも低速でも一緒ですね。低速でバランスを取れない人は高速でもバランスは取れません。ですから慣れないうちはね、低速でバランスを取る、まあ、練習をしっかりしてもらってね、そうするとコーナリングの曲がり方もこういうねカーブも安定して回れるし、それで右折左折もね、まあ怖がらずにうまく回っていけるようになりますからね。ハンクラッチ、アクセルワーク、そしてブレーキング、この3つをですねうまくバランスよく駆使しながら、そしてプラスアルファ重心をうまく移動させながらバイクは回っていくと。頭で考えるとね
ごちゃごちゃでいっぺんにいろんなことやらないといけないんで、私の妻なんかもね、いろいろとこう頭の中で整理ができないと、合図を消し忘れたりとかいろいろありますけど、それがね、徐々に徐々に、なくなっていけば自然と体で覚えていってるっていうことになります。ただ体で覚えていっても時折ですね、ですかね、復習じゃないですけども、こうなんだ、ああなんだ、バランスはこうやってね取っていかないといけないんだとかね、目線はどこを見ないといけないんだとか、ニーグリップしっかりして上体には力入れないんだとかっていうことを、時折ですよ、時折。年がら年中そんなこと考えて走ったら疲れちゃうからね、年がら年中考える必要はないので、時折自分の走行にチェックをするような意味でね、考えるといいんじゃないかと思います。気持ちいいですねでも山見るとね杉の木真っ黄っきですよね。オレンジ色してますね。これみんな花粉ですよ、これ花粉。すごいな。私花粉症じゃないんですけども、花粉症じゃない私が見てもね、なんか鼻がムズムズしてきちゃうので、青梅のいつもの景色です。散歩ですから今日はね、庭を走っているようなもんなんで、いつも見慣れた景色で恐縮ですけどまして今日一人なんでね、妻は仕事です。いつも一生懸命仕事をねやってもらってありがたいなと思ってます。今日ね土曜日なんですけど、こんないい天気で、確かにちょっと寒いんですが、車もバイクも少ないね。青梅ってぐらいなもんですから、梅の香りがですねところどころ漂っていて、いい香りですよね。多摩川も綺麗です。ちょっとお昼、ちょっと過ぎちゃったかな、1時半。お腹空いたんで、一人であんまり美味しいもの食べちゃうとなんか妻に怒られそうなんですけど、青梅の地元でね、美味しいお店があるので、ちょっとやってると思うんですよね。土曜日だからやってると思うんですけど、ちょっと寄ってみたいなと思います。最近ちょっと行ってないんで、近いとねなかなかいつでも行けると思っちゃうから行けないんですよね。時間的にもそんなお客さんもいないのかなっていう感じですから、ちょっと寄ってみたいと思います。甘味どころ屋さんなんですけど、甘いものも美味しいんですけども、そこでちょっとねご飯も食べられるんで、寄ってみたいと思います。場所は梅郷というところです。いつ前にね、よく言われたことがあって、私発進するときすごく早いんですよあっという間にクラッチつなげてピュッて出ちゃうんで、これはもう白バイの時の癖なんで、やむを得ないんですけどハンクラッチをね探すってことは私しません。もう位置がもう大体っていうかね、もう分かってるんで、止まっててもハンクラッチの位置が分かってるから、もうこうやって出ちゃう一瞬にしてハンクラッチでつなげちゃうんですよ、私こうやって。ベテランなんかみんなそうですよね。そうすると発進する時もスムーズに発進できるし、低速域のハンクラッチですか、それから U ターンする時のハンクラッチですか、そういったものももう探さなくてもどこでハンクラッチがつながるかって体で覚えてしまっているので、 U ターンも難なくできると。やっぱりねハンクラッチを探している間は
ぱり U ターンはちょっとやめた方がいいかなと思いますよ。厳しいと思います。はい、U ターンってやっぱりハンクラッチ命なんで、どんどん練習してね、上手くなってください。参考までです。今梅祭りやってるんですよ、確かね。です、勾配園さん。そうですね、勾配園さん、ここで、昼食をとりたいと思います。美味しい甘味どころ屋さんですね。はい。栗おこわ御膳です。これから食べます。こんな感じですね。美味しそうです。栗おこわ御膳。いただきたいと思います。カメラの三脚を忘れてしまって顔が映ってません。すいません。まあそれの方が良かったのかな。一口入れただけで、いや本当に美味しかったですよ、この栗おこわご飯。あまり私のね食べる姿見てもそんな面白くないと思うんで早送りしたいと思います。お味噌汁とね栗おこわご飯、ほんとバッチリ寄ってましたね。鮎の甘露煮ですね、美味しかったですね。これもね、僕はご飯がね進む味でした。とっても美味しかったですよ。ここで勾配園の社長さんがですね、私かねてからの知り合いだったので来ていただいて、いろんな雑談をしてますね。お客さん来ない。特に今日はね土曜日なのに、いつも土曜日日曜日この時期だと、梅の時期だとですね、駐車場がいっぱいでお店もあまりすんなりと入れるような状況じゃなかったんですが、この日はね駐車場もガラガラでちょっと心配だったんで、そんなような話をしてます。ここに来て急にね寒くなったり、天気が良くなかったりで、お客さんの足がねちょっと遠のいたなんていう話もしてますね。美味しいので皆さんぜひ寄ってみてください。そろそろ食事もね、フィニッシュに近いですね。最後の締めみたいな感じで食べてます。とっても美味しい栗おこわ御膳でした。ごちそうさまでした。完食です。とっても美味しかったです。小林さんごちそうさまでした。栗おこわとっても美味しかったです。社長さんに梅酒を、美味しい梅酒をいただきました。青梅の梅で作った梅酒ですね。家に帰って飲んでみたいと思います。ありがとうございました。青梅の梅後ですね。梅祭り、今度の明日か、明日と来週ね、梅祭りでこの辺パレードやったりとか、いろいろお店が出たりとかしますんで、ね、楽しみですね。栗おこわ美味しかったです。勾配園さんはこの梅郷でもね、青梅でも有名な甘味どころ屋さんですので、もしお近くにお越しの際はぜひね、寄ってみてください。美味しいですね。お汁粉とかおまんじゅうとかくずきとか美味しいものがいっぱいありますんでね、ぜひ寄ってみてくださいね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとお昼ご飯、勾配園さんの、栗おこわ美味しかったです。ごちそうさまでした。青梅もねやっぱり、いろいろと美味しいところもありますし、また梅のねちょうど今季節でもあるので、梅とっても美味しいです。食べに来てください。ピーターンライダー63でした。それではご安全に、ご安全に。